ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、日韓関係の問題、韓国において自称徴用工の人たちの問題が大きく動こうとしています。ところが、この問題、私が最も気にしているのは、日本側の岸田政権の軽率な判断により、後々までかなり尾を引くような間違った決断をしてしまうのではないかということです。今回の動画においてはなぜそのように考えるのかを解説していこうと思います。今回ご紹介する記事は、まず第一に日本側の反応、そして後半においては、韓国側においてどのような反応が出ているかについての記事をご紹介していきます。産経新聞より、徴用工訴訟、与野党が解決策評価、ゴールポスト動く懸念も。いわゆる徴用工訴訟問題をめぐり、韓国政府が6日に解決策を発表したことに対し、与野党からは評価する意見が相次いだ。ただ、韓国は慰安婦問題などで約束を反故にしてきただけに、今後もゴールポストが動かされるとの懸念は強い。まさにこの記事のその冒頭部分にこの問題の本質があります。どのような話し合いをしたとしても結局韓国側は政権が変わったりすればゴールポストを動かしてしまうんじゃないのという問題は根本の話として見つめなければなりません。自民党の茂木幹事長は日韓関係を健全な関係に戻すためのものとして評価し、今回の措置の確実な実施を期待したいと評価した。公明党の政調会長は、日韓関係やアメリカとの連携を密にする上でプラスになると述べた。自民参院中堅は、日本の干渉だ、何も譲っていないと強調した。自民党の萩生田政調会長は、ユン政権が国内問題として解決したことは良かったと評価した一方で、2015年の慰安婦合意について、完全かつ不可逆的に解決と決めたが、残念ながら実行できなかったと指摘。今度の判断で日韓関係が信頼を取り戻し、友好国として前進していけるよう期待していると釘を刺した。参院幹部は一歩進んだが、また二歩下がるかもしれない。期待していないと語った。反対意見もある。自民の議員グループ、日本の尊厳と国益を守る会代表の青山議員は、韓国側の解決策を日本政府が受け入れれば、韓国の主張が正しいといった印象を世界に広めることになると指摘した。青山氏は、慰安婦問題や2018年の韓国海軍による自衛隊機への火器管制レーダー照射に触れて、韓国側に裏切られたままだ。北朝鮮やロシア、中国に対し、日本は御しやすい相手だという情報を与えることになると強調した。この指摘はまさに最もで、韓国側の動きを今回の一件をもってしてあたかも全て許してしまうかのような雰囲気を出すのは、これは大きな間違いです。韓国向け輸出規制強化の解除に向けた協議入りにも異論がある。規制強化について政府は、徴用工問題が原因ではなく、安全保障の観点からとしているためだ。自民若手は、解除はありえない。諸問題が未解決なまま甘い対応すべきではないとの認識を示した。まさにこの意見も私も全くの同意見で、岸田首相や林外務大臣が韓国側の動きをすごく評価しているみたいな態度を示しているのは、その他様々な問題をすべて解決しないまま前進しようとしていることであり、今回の動きは少しは前向きなようで良かったですね。でも他にも様々問題があるんですよと注文をつけるような態度が必要です。そしてここからが今回の動画において最も注目しなければならない。じゃあ韓国側ではどのようにこの問題を報じられているか。ここが結構重要です。なぜならば最初の記事でもご紹介したようにゴールポストが動くかどうかというのはまさにこの韓国側の動きが後々効いてくるからです。韓国中央日報より韓国野党ユン大統領日本に降伏宣言。韓国政府が6日に日本強制徴用解決策と関連し、第三者弁済案などを発表したのを受け、野党陣営は日本に対する降伏宣言としながら強く批判した。野党共に民主党の代表は、ユン政権が結局歴史の正義を裏切る道を選択した。まさにサムジョンドの屈辱に匹敵する外交史上最大の恥辱であり汚点と話した。このサムジョンドの屈辱というのは、朝鮮がかつて中国の属国であり続けた外交のことを示しています。かつて明の属国だった朝鮮は、その後サムジョンドの盟約で、次は清の属国であることを確定し、以後服従することとなります。続けて、日本の先般企業だけでなく、韓国企業が調達した財源で賠償し、日本の謝罪も既存の談話を繰り返す水準にとどまる見通しだ。被害者を踏みにじる二次加害であり、
最高裁判決にも反する暴挙と評価した。革新系野党正義党の代表は、誰も理解できないもう一つの外交惨事とし、最高裁の判決にまで正面から違反し、急ぐユン政権の解決策は到底受け入れられないと表明した。こうした状況で野党系の議員たち、民主党、正義党、無所属の議員53人で構成された強制動員謝罪、先般企業賠償要求議員の会は国会で糾弾声明を発表し、第三者弁済案の破棄を要求した。彼らは政府解決策に対し、被害者である韓国が加害者の日本に頭を下げた降伏宣言で、韓日関係史上最悪の歴史惨事として記録されるだろうと主張した。今回の日本政府の動きの中で最も危険なのは、明らかに自民党の中ですら韓国側の動きに対してしっかりと注意しながら動かなければならないという進言をしている人たちがいるにもかかわらず、岸田首相も林外務大臣もものすごく韓国の動きを評価して、さあこれで前向きになって全てをチャラにしようみたいな、そのような軽率な動きを取ろうとしていることです。記事の後半でお伝えしたように、韓国においては明らかにものすごい反対意見が出ています。そしてこのことがまさに日韓関係の今後を決める要素だと言えます。なぜならば、韓国においては政権が変わった場合において、その前の政権が日本と約束したことに関して、もう政権が変わったんだから前の政権が約束したことなんて関係ないと考えてちゃぶ台返しをすることがあるわけです。まさにその伏線が今張られているわけです。最大野党だけではなく野党系の議員たちは皆がこぞってこのような屈辱的な外交は許せないといった話をしています。そしてこの許せないという恨みの感情は何年か後になった後、現在のユン政権から次の政権へと移行した際に、前のユン政権のやった外交なんて全て破棄するというような動きへと発展するわけです。もちろん発展しない可能性もあるわけですが、私は十分にそのような要素はあると思います。これまでもすでに不可逆的にもはや戻らない、もう解決したんだといった話を改めて問題化したのは韓国であり、そのような前例がある以上、現在のユン政権がどのような話をしたとしても、結局のところ次の政権になったら全てチャラになってしまうんじゃないのっていう問題は存在するわけです。そのことからわかるのは、韓国のやっていることに対してはかなりこちらの方から歩み寄るのではなく距離を取った上で一つ一つ問題を切り分けて、この問題に対しては今はこうしましょう。しかし他の問題もたくさんあるんだから、韓国と日本との間には緊密な関係ではなく、あくまでも距離をお互いに取りながらやっていきましょうという、そのようなよそよそしい外交こそ私や日本にとっては必要だと思います。この話というのは別に韓国に対して敵対せよといった話ではなく、韓国がこれまでやってきたことに対して私たちはとても警戒しながら付き合わなければならない。その原因を作ったのは韓国ですよということを韓国側にメッセージとして伝え続ける必要があるからです。そうしなければ韓国側は、なんだ結局一回ちょっと甘い顔を見せれば、その他のことも全部何事もなかったように日本は許してくれるんだみたいに思われるのが、これがまた韓国側に悪い学習をさせてしまうからです。日韓関係を考えるときに日本政府がすべき外交というのは、したたかな外交であるべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら、あなたの感想コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。